どうも、こんにちは。私、TTT の T と申します。前回、2023年の9月の11日にですね、究極のルアー開発に挑む大学生の物語と題して、今ここに映っているようなルアーの、開発の、軌跡みたいなものをちょっとドキュメンタリーチックにまとめて、動画にして、YouTube の方に初めて、上げさせていただきました。それですね、その動画に関して、もう僕の思っていた以上に、その皆様から、応援のコメント、励みになるようなコメントをたくさんいただきまして、今大変すごいこのルアーを作る、開発するモチベーションにつながっております。動画を見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。今回からなんですけども、この私の作っているルアーの、その詳細を様々な角度から、3つの動画に分けて解説していこうと思っています。で、詳細な解説に入る前になんですけども、初めて、私の動画を見てくださるという方のために、まず簡単にこのルアーの、特徴を説明させていただこうと思います。私の作っているルアーの一番の特徴っていうのは、これクランクベイトなんですけども、ハードルアーでありながら、こう中にフックを内蔵して、ここにラインがあって、こう魚がバイトした時に、こうフッキングして、こう針を出して、こうバチンとフッキングできると。で、それでいて、こう障害物とかにはなかなか引っかかりにくいっていうのが、最大の特徴になってます。で、さらに加えてなんですけども、やっぱりこのフックっていうのはこう消耗品になってくるので、これをこうどうしても交換できるものにしたいっていうことで、フックを交換できる機構っていうのも、搭載しております。で、これ搭載してるフックなんですけども、こちら、安心と信頼の龍儀さんの、リミットの30を使ってます。ちょっとどんな風に交換するのかやってみようと思います。この針に、ちょっと今ここに入ってる針が、仮にちょっと魚を釣りすぎたりとか、ちょっと錆びてしまったりとかして、使えなくなってたかと仮定して、ちょっとこの針に交換してみようと思います。まずここのピン、これを抜いて、これですね、これ抜いて、で、リップがこう外れます。で、さらに、ここの重り、これ外れます。で、そうするとですね、ここのフックを、こう、抜き取って、外に出すことができるようになってます。で、これですね、今新しく出してきた、リミットの30を、また、こう入れた順番と逆に、こう入れて、重りをはめて、リップはめて、で、ピンで固定すると。これで、これ前の針ですね。フックがこう新しく、交換できるという機構もついています。さらに加えてなんですけども、これはちょっと狙っていたわけではなくて、副次的な効果なんですけども、このリップの角度とか形っていうのはやっぱこうアクションを大きく左右するわけなんですけども、このリップっていうのを、こう自由にこうオプションを用意すればこう自在に変えることができたり、あとここの重りの大きさとか素材とかを変えることによってこう潜る深さとかアクションの質とかもある程度幅を持って、自由に変えることができるようになってます。これが、私の作っているルアーの、簡単な説明になります。この機構をですね、この針がこう内蔵できるこの機構っていうのが、まだ名前がついてないので、ちょっと解説するときに、名前がないと分かりづらくてどうしようかと思って、ちょっとですね、今回はこの機構、この針が
こう内蔵できる機構のことを、ちょっと私が特許の時に使った、識別番号の TA001 という、ちょっとわかりにくくて申し訳ないんですけども、仮にちょっとこの動画では読んで、解説していこうと思います。解説動画、3つあると、先ほどお話ししたと思うんですけども、今回お話しさせていただく内容が、そもそもなぜこの TA001 を作ったのか、何を目指しているものなのかっていうのことを、この動画ではお話しさせていただこうと思います。そのうち、アップします2番目の動画、これは今まで、この TA001 を、作るまでに乗り越えてきた課題と、これから乗り越えるべき課題っていうことをお話しさせていただいて、で、3つ目の動画でこの機構の、利点と欠点で、現在どれくらいの実用性があるのかっていうところを、お話しさせていただこうと思います。TA001 の開発っていうのは、ハードプラグの既存のフックシステムですね。既存のフックシステムに対して疑問と改善点を見出したところから始まりました。世の中には、何十万、何百万、もう個人がハンドメイドしているものっていうのも数えていったら、もしかしたら、何千万種類ものハードプラグっていうのが存在しているわけで、それでいてさらにこう毎年新作のハードルアーが山のようにこう出てくるわけですね。で、それだけこう山のようにあるハードプラグなんですけども、そのフックシステムっていうのに注目してみると、その 99% がそのルアーの外部にこうフックアイっていうのをリング状のフックアイをつけて、そこにシングルフック、ダブルフック、トレブルフックと、あと4つ股のフックとかを1個とか2個とか3個とか4個とかこうぶら下げるという、その手法がもう構造が 99% を占めていると言っても過言ではないと思うんですね。で、ちょっとこの動画では便宜上、このルアーボディの外にフックアイをつけてフックを取り付けるっていう構造のフックシステムを、トレブルフックシステムと、ちょっとこの動画では呼びます。別にこのつけるフックがダブルとかシングルとかトリプルとかそういう話じゃなくて、この、トレブルフックが一番普及しているので、ちょっとそう呼ばさせていただこうと思います。で、こんだけハードプラグのフックシステムに、トレブルフックシステムっていうのが普及しているのには、やっぱもちろん理由があるわけで、それはやっぱりトレブルフックシステムが、合理的で洗練されたフックシステムであるということに、他ならないからだと思います。で、じゃあこのトレブルフックシステムによって、このハードプラグにもたらされている恩恵っていうのはどういうものがあるのかっていうのを、一旦ちょっと考えてみようと思います。まず一つ目に挙げられるのが、高いフッキング率だと思います。こうやっぱ針が外にぶら下がってるっていうことは、こう完全にこのルアーが魚の口に入らなくても、こう魚がこうルアーをちょっとつついたとか、ちょっとかすめたとか、それだけでも、このぶら下がってるフックによってこう魚を絡め取るように取ることができる。これはやっぱ最大のメリットだと思います。やっぱワームとかでこうネチネチやってもなんかちょっとこう当たりはあるんだけど乗らないなみたいな時とかでもやっぱこうハードルアーをパンパンと動かしてこうパッと口を使わせて、絡め取れる。これはやっぱすごいもうこのトレブルフックシステムの一番の長所ではないかと思います。やっぱ、我々、ルアーマンはですね、魚を釣るために釣りをしているわけで、こう、今バイトあった。いや、今のバイトすごい良かったなみたいな。それだけでちょっと満足できる人っていうのはなかなかいないと思うんで、やっぱこう、魚を釣り上げて、こう手にしてなんぼだと思うので、こう、少しでも魚にこう針を刺せる可能性が上がるっていうのはやっぱフックシステムにおいてすごい重要なことだと思うので、この高いフッキング率っていうのはすごいトレブルフックの大きな魅力、長所の一つだと思います。
で、次に考えられることが、ルアーの大きさが制限されないっていうことですね。例えば、私が冬になったらよく使うこのビッグベイトとかもですね、これ実際問題本当にこのサイズのものがバスの口に入るのかって言われると必ずしもそういうわけではないんですね。魚がの口に、入らなくても魚がちょっと加えただけでもこの外にぶら下がってる針で魚に針を刺して釣り上げることができる。これやっぱワームをこれくらいの大きさのもので作ってしまうとやっぱ針が刺さらないわけですね。魚の口に入らないので。でも、トレブルフックシステムだったらかなり大きなもう30センチ下手したら40センチとかのルアーでも、ブラックバスを口にルアーが入らずとも釣り上げられることができる。これはやっぱ大きな魅力の一つですね。捕食だけじゃなくてこの威嚇とか攻撃的な要素で魚を釣るみたいなこと、これやっぱルアーフィッシングの楽しみが広がる大きな、要素だと思うので、これもやっぱトレブルフックシステムの魅力だと思います。で、3つ目に挙げられるのはルアーを長く使えるっていうことですね。このトレブルフックシステムっていうのはやっぱすごい交換することに優れたというか、簡単に交換できて替えも簡単に手に入るってことで、本体自体をフックを変えながらすごい長く使っていけるっていうことができます。でやっぱルアーを長く使えるっていうのはもちろん経済的ですし、そのルアーにこのハードルアーに愛着とか思い出とかもどんどん溜まっていくと思うんですね。このワームをやっぱ部屋に飾ってる人とか額に入れて飾ってる人とかっていうのはなかなかいないと思うんですけども、やっぱこのハードルアーっていうのはやっぱこの自体やっぱかっこいいっていうのもあるし、この愛着っていうのがどんどん溜まっていくっていう魅力があると思うので、やっぱ部屋に飾りたくなりますよね。それがやっぱ可能になってるっていうのはこのトレブルフックシステムのおかげと言えると思います。で、4つ目なんですけども、これはちょっとさっきの3つ目に関連して、このフックを自由にユーザーが選択して使うことができるということだと思います。ちょっと前の針だけを小さくしたりとか、ちょっとノリが悪いので、吸い込みやすく細軸の使ったりとか、ちょっと大物がかかる可能性があるので、太軸使ったりとか、あとはやっぱその人によって好きな針メーカー、ガマがいいとか、オーナーがいいとか、あと市川とか、流儀とか、もう本当に数え出したらキリがないと思うんですけども、それだけもういろんな針メーカーがあって、そこからもう自由に、針を選ぶことができる。これはやっぱり、すごいトレブルフックのいいところだと思います。今挙げたぐらい、まだちょっと細かく見ていけばいろいろあるんですけども、今挙げた、4つの要素っていうのが、トレブルフックによってハードプラグにもたらされている大きな恩恵かなと思います。もうこんだけメリットがあって、もうハードプラグの歴史っていうのはトレブルフックシステムの歴史と共にあると言っても過言ではないと思うんですね。もうそれがもう疑いようのないぐらい洗練されて合理的なフックシステムなわけなんですけども、じゃあそこで、そのメリットずくめのトレブルフックシステムには、完璧で究極の機構なのか、弱点は見当たらないのかというと、これはちょっとそんなことはないと。じゃあ次は、今は利点を説明したんですけども、どんな欠点があるのかということを、考えてみようと思います。トレブルフックシステムの欠点、そして、一つ目に挙げられるものは、やっぱ障害物に対して、
引っかかってしまう。これはやっぱりあると思います。先ほど、一番のメリットとして、魚に対して高いフッキング率っていうのを、挙げたんですけども、これはやっぱ裏を返すと、障害物に対しても高いフッキング率があるということの裏返しでもあります。やっぱ、ルアーマンっていうのは一番こう求めているものっていうのはもちろんこう魚を釣り上げることなんですけども、じゃあ反対にこうルアーマンが最も恐れていることっていうのは何か。それはやっぱこう命と同じぐらい大切なルアーをですね、引っ掛けてロストしてしまう。これがやっぱ一番恐れていることですね。これはつまりですね、自分の命と同じぐらい大切なルアーをベットしてこう魚という特大のペイアウトを狙うっていうこうすごい恐ろしいギャンブルをやってるようなとも言えるんですね。リターンが大きい分、それなりにリスクの大きさもあるっていうことですね。で、もし仮にですよ、もし仮にそんなことはありえないんですけども、このフックがトレブルフックシステムが採用されている状態と、こう外に何にも針がついていない状態、これの2つが全く同じだけのこう魚を釣るパフォーマンスが出せるとしたら、絶対こっちの方がいいわけですよ。そんなことはありえないんですけども、もうこっちの方がもう断然にいいっていうことが分かっているのだとしたら、やっぱその状態を目指すべきなのではないかっていうのは、ちょっと思うところですね。もし加えてですね、ルアーをこうなくさないような、ウィードとか、落ち葉とか、ブッシュとかそういうものですね。ルアーをなくすほどのストラクチャーではないんですけども、やっぱそういうとこでもこうトレブルフックがついていることによって、釣りが制限されてしまう、使い物にならないっていう場面もあると思います。で、次に挙げられるトレブルフックシステムの、デメリット。これは、魚に、ダメージを与えてしまうというものですね。先ほどメリットの2番目に、メリットの、何番目でしたっけ？忘れちゃったんですけども、魚がこう触れるだけでも、こう、針を刺して魚を釣り上げられるっていうのを挙げたと思うんですけども、これはですね、裏を返せば、魚のどこにかかるかわからないっていうことでもあるんですね。やっぱある程度ルアーをやってる人だったら、目とか喉とか魚にこう刺さってしまって致命傷を与えてしまったとか、下手したらこう魚を星にしてしまったとか、そういうことはやっぱ少なからずあると思うんですね。特にビッグベイトとかアミノーとか、対象魚の体に対して長いルアーっていうのを使うときに、やっぱどうしてもこうルアーがこう遊んで、こっちにワーク地にかかってるんだけど、こうバイト中に後ろの針が遊んで、こう目とか喉とかにこうかかってしまうと。で、魚をこう傷つけてしまうと。そういうことがやっぱ多く起こるんですね。そもそも魚に針を刺して糸で引っ張るっていう残酷な遊びをしてるんだから、そんなことを、気にするなと、気にする必要はないと。そう言われてしまえば、それまでなんですけども、やっぱ、だからこそやっぱ特にバスとかシーバスとか、食べることを目的としない対象魚を狙うときっていうのは、やっぱなるべく魚を傷つけたくないと私は思ってしまいますね。やっぱ魚を釣り上げた瞬間っていうのはこの世でこう一番嬉しい瞬間なんですけども、やっぱその瞬間にやっぱちょっとでも嫌な気持ちになるっていうのはやっぱ僕は嫌なので、これはなるべく避けたいことかなと思います。で、デメリット3つ目。これはもう完全に私の主観で、なかなかこう理解されないであろうということを承知で話すんですけども、このトレブルフックシステムの外見がこうまず美しくないっていう私は思うんですね。もう、ルアーマンだったらもう、このルアー、プラグにはこうフックがついているもの、これはこういうものだと、思うとは思うんですけども、僕もそうは思うんですけども、
でもやっぱりこっちの針のついてないこのルアーの方が、やっぱ美しいなって僕は思ってしまいますね。やっぱこんだけかっこよく作り込んでるのに、こう明らかにそれとはこう、逸脱したような、こう、謎のパーツが、こうぶら下がってるっていうのは、これはちょっと外見をここまでこだわるんだったら、こう、やっぱフックの存在っていうのも、こだわりたいなと、やっぱそう思ってしまう部分がありますね。あとやっぱ、魚を釣り上げる方法としてもちょっと美しくないっていうのは僕は思いますね。この針の束をこう、なんかいっぱい、これだったらもう6個針がぶら下がってるわけですね。このルアーのどっかに魚が食いついて、その6個のうちの針のどっかが魚のどっかに刺さればいいっていう。これは、まあ確かに魚をこう手に入れるための手段っていうのとしては確かに洗練されてるといえばそう思うんですけども、やっぱ遊びの道具として果たしてそれでいいのかと。やっぱ一番魚の外れにくい場所にもう毎回狙ってバチンと針を刺せる道具があったらその方がかっこいいんじゃないかというふうに僕は思うんですね。で、まあ最後にちょっとプラスして、まあさすがにこの針魚に見えてるんじゃねっていうのも思いますね。まあ、見えててもいいかもしれないんですけども、やっぱ見えない方がこのルアーでどれくらい超過に差があるのか。まあそもそもこれ釣ることができないんで超過とは言わないんで、バイトにどれくらいの差があるかっていうのは、使い比べたことがないので、わからないんですけども、やっぱ、見えないに越したことはないんじゃないかと。そういうふうに僕は思っています。以上、ちょっとトレブルフックシステムのメリットとデメリットについて、考えてみました。まあ、これだけ、トレブルフックシステムっていうのは、まあ、言ったら結構極端に、メリットとデメリットの2つを抱えた上で、こう、成り立っている、そういうフックシステムだと言えると思います。ですからですね、やっぱハードプラグプラストレブルフックシステムの組み合わせだからこそ、成立する釣り方っていうのは、やっぱたくさんあるわけですね。こうリアクションでパンパーンと動かして口を使わせたりとか、こうでっかいビッグベイトで釣ったりとか、こう冬の食いしぶるような時にも、こう針を、ちょっとでもこうフッキングの可能性を上げたりとか、もう、トレブルフックありきの釣りっていうのはやっぱたくさんあるわけですね。でも、ちょっとこの、針が外に出てる出てないの視点をちょっとワームに置き換えて考えてみると、もしこうソフトルアーにこう針先を覆うリグっていうのが存在しなかったっていうことを考えてみると、様々なカバー打ちの釣りとかボトム系の釣りっていうのは多分成立してなかったと思うんですね。こうパンチングだとか、こうテキサスのズル引きとか、カバー猫とか、もうそういうのっていうのはもし仮に、ソフトルアーに針先を覆う使い方がなかったら、そういうの釣り方っていうのは全部なかったと思うんですね。ってことはですよ、これをこうハードプラグに置き換えて考えてみても、こうやっぱトリプルフックシステムによってできる釣りの裏側でトレブルフックシステムによって制限された領域っていうのもやっぱあると思ってて、そこにはやっぱ様々な今までこう誰も手をつけてこなかったようなメソッドとか釣り方っていうのが眠ってると思ってて、それをこうあえてこう脱トレブルフックシステムをすることによってこうその領域を開拓していく、その価値っていうのはやっぱ十分にあるのではないか。それがこうできればこうもっとこうプラグの釣り、はたまたこうルアーフィッシング全体っていうのがこう広がって面白くなっていくんじゃないかと、私は考えてます。で、以上のことを踏まえて、このですね、この TA001、この針を内蔵するハードプラグっていうのは何を目指しているのかっていうことを、最後に、まとめてみようと思います。
これはもうズバリ、ハードプラグのフックシステムにおいて、トレブルフックシステムに対するもう一つの2番目の、これとこれが対になるような、そんなフックシステムにならないか、なるものがあるのではないかっていうのを、目指してます。もうトレブルフックシステムのすべてを否定し、もうトレブルフックシステムがダメだと、もうすべてこのフックシステムに置き換えてやると、そういうことを目指してやっているのではなくて、フッキング率に関してはもうトレブルフックシステムを超えるフックシステムっていうのは多分今後現れないと僕は思っているので、そういう、だからオープンウォーターとか、リアクションの釣りとか、そういうとこだったらやっぱトレブルフックシステムを使えばよくて、でもそうじゃない場所、もうカバーが強い場所とか、ボトムをネチネチ、プラグでやりたいんだとか、そういう時に、やっぱトレブルフックシステムっていうのは今までできなかったので、そこにハードプラグのフックシステムに第2のフックシステムを、加えることによって、もっとハードプラグも、ソフトベイト、今までソフトベイトってやっぱいろんな状況によって針を使い分けるじゃないですか。それと同じようにハードルアーもフックシステムを使い分けて、いろんな、釣り方で、魚を狙っていける。そういうことができるようになったらいいなと。それが、この TA001 の開発目標と、私がこのルアーで目指しているところでございます。以上が、この動画の機構 TA001 を作った理由、何を目指しているのかという解説になります。これはもうあくまで私の意見ですので、これを聞いて皆さん、いやいやそんな何をバカなことを言ってるんだと、おっしゃれる方も多分たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ皆様のご意見、ご感想、コメント欄にいただけましたら幸いでございます。次は TA001 の、解説動画の2番目、今まで乗り越えてきた課題、これから乗り越えるべき課題で、お会いしましょう。それでは。